時に見てくれた方には、そんな時でも見てくれてありがとうという言葉を伝えて、OK ということにしましょう。今日の動画は新年になったので、ちょっとそれについて語りつつ、基本はメイクアップする動画です。自分があんまり使ってるもの変わってないんですけど、ちょっと変わった部分もあるし、髪もね伸びてきて、ちょっと本当はねこんな感じで癖っ気なんですよ。ビヨーンってわかる？私ちょっと丸まっちゃってる感じでなってるので、これをちょっと整えるのを見てください。ところどころで ASMR を差し込みます。ちなみに自分の憧れだった、ちょっと形失敗したんだよな。これネットで買ったメガネをこっくり抜いて、わかるかな？キラキラインフルエンサーの人たちがオフの時とかにこういうメガネしてるのをやってみたくて、今日その瞬間じゃんって思って買ったんですけど、オフっていうか変な人になっちゃったので、っていう関係ない雑談でした。はい、すごいちゃんと入るということで、とりあえずメイ
年からこういうちょっとメイクみたいなのを始めたんですけども、来年はもうちょっと上のレベルのことをやってもいいのかもしれない。やっぱ街でもちょっとこの人メイクしてるなみたいな方が増えましたよね。こう徐々に進化していける人でありたい。ちょっと鼻のここつけるの忘れてたのでちょっとだけ追加しようかな。ポイントはこの首までやることですかね。どうだろう、動画用に濃くしてもいいんですけど、自分は普段あんまりがっつりメイクしてる人だと思われたくないので、バレない程度というか絶対にバレない量しかつけません。ただそれでも近くで見るとニキビの跡とかが消えるのと、やっぱこの鼻のここがなんかわかんないけどすごい鼻がシュッとして見えるんですよ。だから男子はマジでここおすすめです。で、鼻やり忘れたのでちょっとだけ出して、これを鼻に塗ります。どうだろう、毎度のことですけどみんなおすすめしてね。絶対自分より知識ある人ばっかだから。はい、ということで顔がなんとなく綺麗に整ったら、次はタカ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 タじゃん。これ新キャラですね。じゃーん。こっちか、こっちだ。じゃあカネボウのコンシーラーの3番です。03番。これ最近買いました。これは最近年明けで YouTube ライブした時に、これコンシーラーじゃないわ、スパチャいただいた方に、なんだっけ、流れ忘れたんですけど、おすすめのコンシーラー聞いて、その方がスパチャくれて、それで買いますって言ったんですよ。だけどごめんなさい、見てくれてるかな、ちょっとおすすめのコンシーラーじゃないのかって言いました。ただ本当にいただいたお金で買ったものです。ちょっと違う形になったんですけど、本当にありがとうです。で、なんでこれにしたかっていうと、前々から自分はコンシーラーここ目の下クマに塗るんですよ。クマがちょっと濃くて、でクマにいいコンシーラーを昔聞いたらオレンジ系がいいですよって言われて、オレンジ系のコンシーラーを調べたらこれがヒットしたんですね。でこれを買ってみて、まだ3日目ぐらいなんですけど、これ使ってみます。大きいですね、このコンシーラーは。自分は前までセザンヌのコンシーラー使ってて、一番茶色っぽい色、濃い色のやつを使ってたんですけど、あれは良かったんですけど、確かにクマはあんまり消えなくって、あとあんまり伸びるんですけど、ちょっと層っぽくなっちゃう、つけすぎだったのかな。カネボウさんのはこんな感じです。で、自分はこれもここにちょんでつけます。やっぱ何が何でも濃くなりすぎるのが嫌なので、全部一回ここに見えないここにつけてから塗るっていうのを徹底してます。謎のこだわりかもしれないんですけど。でこれも指で取って、手がめっちゃ白くなってる。ここのなんていうの、クマがある三角形のゾーンで特に自分はここが濃いので、ここからなじませます。ちなみにみんなのカメラの下側に鏡があって、そこ見てる。ここずーっとしながら、でポン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 って全体になじませます。
の次はじゃん、ここに来てフェイスパウダーですね。これは何するのかというと、これあんまりわかんない。なんか YouTube とかインスタ見てたらクマ消すのにフェイスパウダーも塗ってる方がいて、ちょっとやってみようと思って今日初めて試しますということで、この目の下のところにこのフェイスパウダー塗ると結構がっつり白くなるんですよ。なんで男子のメイクを始める方の注意ポイントは、粉系はやりすぎると目立つので、全部にやるときはこう少ない量で試してあげてください。でも今日は気になるところだけ白くしたいので、白くというか色を消したいので、この目の下のところ、ここにちょん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 どうですか？整ったかな？そしてちょっとさっきのシステム飽きちゃってやるの忘れた。その次はじゃん、2本出しちゃった。1本目はこちら。あれ、もう何も消えちゃった。確かセザンヌの涙袋ライナーです。なんか自分こういうメイク系の ASMR の動画はなんかこう、あんまり普段 ASMR やらない人がこう雑にタッピングする音が結構好きです。しかも結構すごいみんな長い爪でさ、ネイルの爪でこうやって、わかる人いるかな。これは涙袋描くんですけど、自分の目の特徴として横長なんで、アイライナーをこのお尻まで引きすぎると目がパイーンってもっと横長になって違和感が出てしまうので、こっちまでは引きすぎないていうか、薄くするのを意識してます。あと自分はなんか涙袋がここまではなんとなくあって、この先がないので、何にも描かないとここだけ涙袋ある人になっちゃうので、そのトレードオフなんですよ。長く濃く描くと綺麗な二重になるけど目が横長になっちゃうっていう感じなので、ちょうど良い薄さでここら辺ぐらいまで描きます。ただこれは見えない、全然待って、見えないからちょっと、鏡が、はい、鏡見ながらやります。後ろ大丈夫だよね、ごめんね。打ってやってこう涙袋を出現させつつ、ここまではここ書いて、ここからはちょんちょんちょんって、はい。で今度はこっちの目いきますね。結構がっつり描いちゃった。でこれをなじませます。線が残ってるとメイク濃くなっちゃうので、これもなんとなく指でこうなじませてあげて、いい感じかな。で前までこれだけやってたんですけど、これだとなんかちょっとクマっぽくなっちゃうんですよ。目の下に黒い線が出されるだけだと。そこでじゃん、キャンメイク東京さんのこれは涙袋アイパックコンシーラーの01って書いてありますね。これを今描いた線の上、目と眼球とさっきの線の間のところに引いてあげて、こうぷっくりさせると違和感のない涙袋が
します。ということで続いてはこちらを引きます。よいしょ。自分は結構縁を狙っちゃいますね。下に垂れると涙袋がすごい下にできちゃってちょっと地雷っぽくなっちゃうので、できるだけこの眼球側をこう沿ってあげるイメージ。ちなみに今日喋ってることのほとんどが自分で計算してるというか勝手に言ってることだから、こう誰かの真似してることって少なくて、間違ってたら別に教えてほしい。なんとなくこうやったらこう見える気がするなっていうのをやってるだけなので、これもちょっと不自然がないように伸ばします。そうだから、間違ってたらあれだけど、どうですか、さっきよりいい感じの目になりましたか？なんか自分はいつもこれやった後はちょっと気持ち目がくっきりしてるかなっていう気がするんですけど、気のせいかな。で最後こちら、最後じゃないかも、これはアイブロウですね。忘れちゃった。100均のブランドのユアグラムだっけかなの黒のアイブロウペンシル。これで、眉毛ほとんど見えないんですけど、いつかねこう強風が吹いた時にファッとなった時にさ、一瞬眉毛見られるかもしれないから、一応綺麗にしときます。ごめんなさい。このブラシ側の方で整えたら、ペンを使って描くと、ただこれまた見えないな全然。自分はなんか眉毛のお尻に全然毛が生えなくて、本当はなんかこの鼻と目の横通ったここの先まで伸ばしたいので、なんとなくこの先まで伸ばしてあげます。で基本はこの縁取る外側を、そうするとなんかこうはっきりした眉毛になって、なんだあの人ってなるので、はい。ではっきりすぎてるとメイクっぽいので、若干こうポンポンしてなじませてあげて、これで左と右に差があったら成功なんですけど、こっちの方がちょっとはっきりしてるくないですか？ちょっと鏡が遠くて全然見えてないんだけど、という感じでこっちもブラシで整えて、でなんとなくのコツなんですけど、こう一気に線引くと濃くなっちゃうので、なんか理科のスケッチでやっちゃダメって言われてた。確かこう何回もシャ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 って重ね描きしてあげると自然な眉毛が出来上がるかなと思います。よいしょ。意外と時間かかるの説明しながらやると。でこっちもなんとなく整えてあげて、どうですかね今の状態の。今はこんな感じになりました。で最後に唇に色をつけて完成です。自分はこれまたあんまり目立たせたくないので、ニベアのこの若干月色感が出るピンク色のリップを使います。でもこれやるとやんないとで結構、このくらいの暗さだと分かんないんですけど、お昼間は結構生き生きした顔になります。唇に塗って、動画なんでね入れすぎぐらいやっちゃっていいですよね。で
マッシュを目指します。ということでアイロンスイッチオン。今はね結構髪長いですよね。ちょっと髪の毛はサクッとやって、もしかしたらカットしちゃうかもしれないんですけど、ここの一瞬の間に2025年の抱負を言うと、オフ会をやることだ。あとは一人でどっかに旅行に行っちゃうぞっていうのですね。数字を目標にするのはいいことだと思うんですけど、ちょっとプレッシャーに弱いタイプなので、それはもうちょっと待ってください。1年後の数字決めるのは緊張しちゃうので、何月にどんくらいとかを定期的にインスタで更新したいなと思っております。そしたらやりますね。基本はまっすぐしてあげて、後ろに流す、ここもまっすぐしてあげて、後ろに押さえつつ後ろに流す。この動きですね。でこっち側も真ん中は残してまっすぐしてあげて、後ろに流す。ブラシとか使うとすっごいべっちゃりしちゃうので、アイロンしてあげた後に手でこうやってやるとふわっとした柔らかい感じになります。本当は後ろとかもやるんですけど、今日は時短ということで、やばい、コードがぐちゃぐちゃになってる。あとは前髪なんですけど、ちょっとふわっと感させたいので、まっすぐじゃなくて若干前にくるっとさせますね。まず1回まっすぐにした後に2回目で形をつける。こんな感じで若干左右に広げてあげましょう。どうですか？ちょっと長いですね、前髪。せっかくメイクしたのに顔が見えない。ここの丸まりが気になるので、ちょっとここまっすぐ伸ばしてあげましょう。逆側もどうだろう、いい感じかな。前髪もうちょっと薄くしたいので、こっち側の上の層を持って後ろに持ってって、後ろに持ってきましょう。こっちももうちょっとだけ薄くしようかな。ちょっと持って後ろに流す。こんな感じでどうでしょう。今このすごい遠目に見てる自分はいつもの感じになってるんですけど、本当はもっと前髪薄くしたり、髪をねちゃんとやるんだったらトライするところから始めないといけなかったんですけど、今日はこんな感じのちょっとオイルも持って
ました。